ここまで心臓は電気で動いてるんだけど、勝手にできたとは考えられないような、驚くようなメカニズムが満載ですよっていうお話を6回してきたんです。6回。で、1本目でお話ししたのは、心臓はもう見当がつかないぐらい、もうすっごい量の血液を体に送ってくれてて、心臓のサイズ考えたら、その心臓よっぽど骨の塊みたいな臓器じゃなかったら絶対無理ですっていう話でした。で、2本目にお話したのが、その心臓の中の電気の流れ方、それからその骨の筆頭核っていうのが心臓のシンクロなんですよね。で、だけど、その骨以前にシンクロ不成立だと鬼やばいっていうことを紹介しました。だけど、心臓の筋肉を心筋って言うんですけど、心筋細胞100億個もあるんですよ。で、100億の細胞がシンクロするなんて、尋常じゃないですよね。こんな普通は無理なことがなんで起きるのかっていうと、主には電気がもう特定のルートだけを流れるからなんです。で、そう聞くと分かったような気になるんですけども、主に電気なのに特定ルートだけ流れるってなんでやねんってことになりますよね。で、なんでかっていうと、もちろんあっけに取られるような巧妙なことがいくつもあるおかげでした。で、3本目でお話ししたのが、私たちが胎児、つまりお母さんのお腹の中にいる間に心臓の中、それもその心房と心室っていうところの間が電気的に絶縁されるっていうこと。それから4本目で筋肉のくせに収縮には関与しないで電気を流すことに特化したプル筋栄繊維っていうものがあるんだよって紹介して、で、5本目はその4回の復習をしました。6本目では心臓が眠ってる間も働き続けてくれるのは自発的に電気を発生する自動脳っていう能力があるおかげですよ。でもこんな能力ほぼ心臓しか持ってない上に、やらせとしか思えない、もう巧みすぎる設定がされていて、それで指令が入り乱れたようになってるっていうお話をしました。で、ちょっと話長くなりましたけど、ここまで OK ですか？ OK です。心臓はどこも自分で動く能力を持ってて、しかも心臓の場所によって基本ペースに差があるから安定して生きていけるんだっていうお話でした。そうでしたよね。で、もう少し詳しく言うと、電気の流れの上流の方は早めで、下流に行くほどゆっくりめのペースに設定されているおかげでシグナルが入り乱れない。それで司令塔が心臓のリズムをバッチリコントロールできるんですけれども、これどう見てもできすぎなんです。悪い言い方すると、もう仕組まれたとしか思えないほど巧妙なんだけど、このずるいぐらいの設定っていうのが平熱限定なんですよね。今回はそれが崩壊したと思われる日本昔話を紹介してくれることになっています。で、どの昔話かわかります？見当もつきません。だろうね。この出来レースみたいな設定は平熱限定だよっていうのがヒントなんだな。で、ところで日本昔話ってどんなの知ってます？白雪姫っていうのは冗談で、サルカニ合戦とか、花咲じいさんとか、浦島太郎とか、かぐや姫とか。結構いっぱい知ってるじゃん。で、雪女っていう話知ってる？でもどんなお話でしたっけ？昔ね、若い木こりとおじさんの木こりが二人組で、山に木を取りに行ったら吹雪に遭うのよ。で、なんとか山小屋見つけて、そこで一晩明かすことになった。で、夜、二人は一旦寝るんだけど、夜中、若い木こりの方があまりの寒さに目を覚ました。そしたら、いろりの火は消えてて、で、ふっと横見たら、おじさんの木こりの上に何やら白い女のようなものが覆いかぶさって、冷たい息をふーっと吹きかけてた。で、震え上がって息を飲んでいると、その白い女は振り向いて、今見たことを誰にも話すでないぞ。と言って去っていった。もう若い木こりの方はもうあまりの恐ろしさにもうその後一睡もできずに朝を迎えたんだけど、おじさんの木こりの方はカチンコチンになったっていうのが前半。で、後半は山降りて、里で暮らしていた若い木こりのもとへ、どこからともなく、もう抜けるような色白のユキコっていう女が現れて、やがてその二人が夫婦になって、ある時木こりはこの秘密を漏らしてしまうっていうストーリーなんですけど、思い出した？そういえばそういうお話でした。あなた、ついに喋ってしまったのねっていう悲しい結末でしたね。そうそう。で、もちろん話のクライマックスは後半なんだけど、それはちょっと置いといて、で、前半ね、で、お話の中で雪女がおじさんを凍らせたことになってますよね。だけど、とにかく疲れてたんだかなんだかでおじさん熟睡しちゃったのよ。で、それで雪女のせいであってもなくても、体温が下がって、寝室サイドになったんです。
それが雪女の雪女っていう日本昔話の科学的な解釈ですよね。で、実際、心臓の手術で体温をこう下げていくと、子供や若い人って、なかなか心室細動になりにくいんですけれども、心臓病が重症な人だとか、それから年配者って割とすぐ心室細動にこんなになっちゃう。で、それで心臓止まっちゃうことが多いんです。で、雪女はその点も科学的事実とバッチリやってる。要するに若い木こりは生き残ったけど、おじさん死んじゃった。で、若い人が、その木こりじゃなくて今時の医者だったらもうおじさんの心臓マッサージするところよ。そのストーリーはいまいちだな。ピュアな動画をぶち壊してすみませんね。だけど、こういう昔話があるということは、雪山遭難したら寝ちゃダメだよっていうのは、もう根拠ともかくと昔から常識だったってことがわかりますよね。で、それと生存のためには心臓が安定して動いてくれることが必要で、指令がもう入り乱れるような生物をもう絶滅するしかない。現状のような器用すぎる設定っていうのは、もう最初から完成状態だったっていうことじゃないと、話が合わないんだっていうことがわかります。超深読みですね。日本深い話話、奥が深いわ。確かに童話をこんな読み方するのは僕ぐらいかもしれませんけど、誰も何にも介入もしないのにこんなやらせみたいな設定が実現する可能性なんてあるのか、先入観の時に考えてみてほしいんですよ。いずれにせよですね、このメカニズム、私たちにも、この動画を見てくださっている皆さんにも実現しています。で、私たちの先祖が長い時間かけて未熟な段階からだんだんバージョンアップして巧みすぎる状態に進化したなんて、その間にもうバッタバッタなくなっちゃっても考えられないっていうことを分かっていただけると思うんです。で、こんな偶然素敵な状態だったんですよなんていうのもちょっとお花畑すぎますよね。じゃあどういうことなのか。で、このようにデザインして作ってくださった方がいるんじゃないかっていうのが一番普通な考え方だと思うんですね。だとしたら嬉しくなりません？ところでね、もうやらせみたいって言えば、もう一つ、このペース設定にもう負けないぐらい不自然な事実があるの。で、それを次回お話ししますね。お楽しみに。この動画でお話ししたことは、どこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださった皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。